こんにちは、カオピーです。今回は久々のコメント回答動画やっていこうと思います。6月の終わりぐらいから8月の頭くらいまでにいただいたコメントの中からいくつかピックアップして回答していきます。今回は11号イーシェン・アストラのコンボについて、イーシェン編成の変化と実践、この2本立てでやっていこうと思います。実践映像が多いので動画時間が長めになっていますが、気になる部分だけ見ていく形でお願いします。では行ってみましょう。ではコンボの方から見ていきましょう。11号の目押しコンボなんですけど、自分はモーションの見た目と効果音でタイミングを覚えています。11号の剣が体の前を通るぐらいのタイミングで通常攻撃ボタンを押しています。通常攻撃1段目はどうしても物理攻撃になってしまうので、その後炎攻撃に入れるようにしましょう。強化特殊や連携、集結の後は自動で炎攻撃になってくれるので、そういった場合は連打で OK です。個人的には見た目と効果音でタイミングをつかめるようになるっていうのと、あとはミスっちゃっても気にしないっていうのが大事かなと思っています。続いてイーシェンの集結キャンセルについてです。通常長押しから少し待って集結キャラチェンと押しています。連携選択画面の時でも少し動いているので、イーシェンがチレというまで自分は待つようにしています。もう一度スローで見てみるとこんな感じになっています。それからフーフーのこのファイヤーってやつですね。追加攻撃のファイヤーが出ている時は入力が途切れてしまうので、そのタイミングで集結キャンセルはしないように注意してください。見た目としてはイーシェンが手首をくるっと返した時が目印になるんですが、こういった感じで真横から見るようにしてもいいかなと思います。続いてアストラの集結からカデンツァキャンセルですね。これ自分は基本的に通常長押しでやっています。そうするとこのようにイブリンと2回消費することができます。通常長押しのメリットとしては先行入力が効くので、このように集結モーション中から通常長押ししておいて、アストラがピクッと動いたらキャラチェンジするといった感じでミスすることなく行うことができます。もう一つ方法としては回避があるんですけど、回避の場合はこんな感じの入力がかなり早いので、回避でやりたい場合はこちらがおすすめかなと思います。集結を打ってアストラのシュドーンっていうエフェクトが出たらダッシュ、特殊、ダッシュ、キャラチェンと入力しています。でイブリンのターンが終わったら逆キャラチェン、特殊、そしてまたキャラチェンといった感じで入力しています。帰局の3分間でいうと2回アストラの集結を打つことになるので、合計で約2秒ほどイブリンで殴る時間が稼げるようになるかなといった感じですね。これは視聴者さんに最近教えてもらったんで、今後自分もやっていくかなといったコンボになっています。続いてイーシェン編成についてです。イーシェン編成についてはこちらの動画で一度触れているんですが、結構変更点もあったりしたので改めてやっていきます。まずなんで集結キャンセルしてるのっていう話なんですけど、こちらはブレイク時間を有効活用していこうっていうのが基本的な狙いとなっています。隅集結の方をキャンセルした場合としなかった場合だとこのような違いが出てきます。集結キャンセルをした方はもう動けるようになったのに対し、そこから約2秒ほど遅れてキャンセルしなかった場合は動けるようになります。まとめるとイーシェンとフーフーの連携を重ねられるので、自由に使えるブレイク時間が増えるといった感じになります。その2秒間で術放置のため直しやデシベルのため直し、あと単純にダメージを稼ぐ時間が増えるといった感じになっています。2つ目の変更点としてデシベル集結からスタートするようになりました。デシベル集結からスタートし自己爆を最初にかけようっていう狙いがあります。術装置がマックスの一歩手前で止まるようにしておいて、負担ゲージが虹色の時間をなるべく短くするのも大切なポイントになってきます。デシベル集結からスタートすることで夫婦がいてもデシベルが溢れなくなって、結果的に帰局で1回多く集結を打てるようになります。先日挙げた帰局のワンシーンになります。術放置マックスの手前で止めておいて、でブレイクしたらデシベル集結から入ります。発動したタイミングから自己バフの会心ダメージ 40% はかかっています。ちょん押しでもう術放置がマックスになるようになっているので、そこからキャンセルしてイーシェンに帰ってきます。
そうするともうすでにデシベルが3000近くあるので、もう一度集結が打てるといった感じになっています。このようにデシベル集結から始めることによって自己バフをかけっぱなしにしておくことができたり、デシベルの効率を良くすることができるので、帰局で1回多く集結を打てるようになります。そして最後の変更点3つ目ですね。ダメージソースをブレイク中かつ行進中にという点になります。行進っていうのは先ほどのコアパッシブの追加能力のことですね。イーシェン実装当初は立ち回り中に強化特殊を3回タンタンタンと使って術装置を貯めていくのが主流でした。なので実装当初は夫婦がいなかったっていうのもあるんですけど、トリガーをみんなよく使っていました。ただ炭集結キャンセルが主流になって以降、立ち回り中のアドレナリン消費は最小限の消費にしようというのがベースの考え方になってきています。1番のところで集結キャンセルすると2秒ほど長く使えると言いましたが、その2秒間を通常長押しに当てようというのが基本的なコンセプトとなっています。先ほどの変更点1、2がここでつながってくるんですけど、集結キャンセルによって生み出した2秒間と温存しておいたアドレナリンをここのブレイク中に通常長押しで一気に流し込むといった感じになっています。これら3つの変更点について、実践紹介で注目してみていただければなと思います。イーシェンは編成についても結構コメントいただくことが多いので、こちらも合わせて紹介です。イーシェン編成でよく使われるバッファーや撃破キャラをまとめるとこのようになっています。注目すべきはやはりパンさんのバフ量ですね。凍結力を直に配ることができて、このバフ量は他の支援キャラにはできないので、基本的に S キャラ無凸環境だったらパンが第一候補のバッファーになってきます。夫婦は先ほど紹介した通りデシベル集結が1回多く打てるというのがメリットになります。あとはパリによるデシベル稼ぎが不要になったりするケースがあるので、行動ガチャが緩和されますよというのもメリットになります。チーンは表時間をイーシェンと2分割するのが難しいんですが、ブレイク倍率1本でチーンはかなり火力貢献してくれるキャラとなっています。自分のチャンネルではチーンはモチーフより1凸をおすすめしているので、それに合わせて自分はチーン1凸でやってしまっているんですけど、1凸チーンだとイーシェンの表時間をより多く確保することができるので、アドレナリンの回収などがスムーズになります。なので1凸効果の防御ダウンがほぼ無意味になってしまうのを考慮しても、チーンは1凸がおすすめかなと思います。まな板をよく自分は使っています。トリガーは先ほど言った通り、立ち回り中にダメージを出す必要性が減ってきたので、少し優先度は低くなってきています。もし1凸以上していれば候補になるかなといった感じです。トリガーもまな板とかで大丈夫です。2個は防御力 40% ダウンを自分自身で有効活用するサブ火力型として運用していきます。防御力 40% ダウンっていうめちゃくちゃでかい部分がイーシェンにとっては意味がないんですけど、それ以外の部分も2個は優秀なのでイーシェン編成に加えられるといった感じです。ダメージバフや会心率バフ、あとはクイック支援だったり侵食がより頻繁に起きるようになるのでデシベル効率も少し良くなります。パンがまだ1回しかピックアップされていないのと、2個はもう育成が終わってるよっていう方も多いと思うので、パンを貫突できる間のつなぎとして2個を使うのは全然いい選択肢なんじゃないかなと思います。で、最後のアストラはこんな感じですね。アストラはゲームボールを持つことで会心率、会心ダメージの両方をプッシュすることができます。ゲームボールを持つと開幕攻撃力をマックスまで到達させるのはかなり難しくなってしまうんですけど、イーシェンにとって攻撃力バフっていうのは3割の価値になってしまうので、その低下分の影響も3割になります。なのでゲームボールを持って会心率 20% 配った方がいいよねっていう感じになっています。立ち回りのしやすさだったり行動ガチャの少なさから撃破キャラは夫婦、チーン、トリガーの順でおすすめ。バッファーはもし1凸していればアストラ、基本は貫突パン3で、次いでアストラ5凸以下のパン2個といった順になるかなと思います。好みもあると思うのでね、いろいろと試してみてください。それらを踏まえて自分が司祭戦で試してきた4編成がこちらとなっています。テストしたのは一つ前の帰局ですね。ちなみに司祭は8月22の帰局で帰ってくるので一応参考にしてみてください。イーシェンは無凸でモチーフ、夫婦とチーンは1凸でモチーフなしでやっています。で、ハイスコアを狙う時に必要な行動ガチャがどれくらい大変かっていうのもめちゃくちゃ大雑把ですけど書いてあります。上のパン夫婦編成は前回の帰局動画で自分が使用した編成になっています。
カンストを狙うってなると、ある程度いいシェンの厳選が必要になるんですけど、比較的行動ガチャも少なく安定した編成になっています。2番目のパン・チーン編成は、行動ガチャがめちゃくちゃ大変なんですけど、チーンが無凸の3コスト編成でもカンスト例があるくらいパワフルな編成となっています。立ち回りも難しめで、イーシェンのアドレナリン回収と、チーンのため通常2回を効率よく入れられるかどうかっていうのが行動ガチャだったり、あとは操作のテクニックだったりに関わってくる部分になっています。3つ目のチーン夫婦編成ですが、こちらは行動ガチャがとても少なくなっています。ですが、立ち回りに関しては先ほどのパン・チーンと同じように、イーシェンとチーンで表時間をうまく分割するのが難しめとなっています。で、最後の夫婦2個編成ですね。パンを貫突できていない場合は候補になるかなと思います。司祭戦は宮妻を割った時にエネルギーが返ってきたりするので、自分は2個の6番を攻撃力でやっています。あと、おまけでトリガー夫婦を今回のマリオネット戦でもやってきたので、そちらも合わせて実戦紹介に入れておきます。長くなりましたが、これでコメント回答は以上になります。この後は字幕で実戦例を流しておきます。司祭戦を2つとマリオネット戦を1つ流しておきます。ここまでご視聴ありがとうございました。カピでした。また、うんなだ霊脈は耐えたようだ。両親を共に滅す。海を償わせ銀曜天下。この場で正してやろう。邪水面、月に帰れ。どうとせい。一網打尽にするぞ。神気がたぎる。ほう、そこが弱いのか。お縄に己が罪と向き合え。歓喜。銀曜創生。罪を償わせ。銀曜天下。霊脈は耐えたようだ。今すぐ潮気がいるようだ。どうとせい。一網打尽にするぞ。
神気がたぎる。邪水面、月に帰れ。陰陽創生、神気がたぎる。ほう、そこが弱いのか。バイバイおバカさんたち。せいだ。邪水面、月に帰れ。どうとせい。陰陽天下。逃げようったって無駄よ。霊脈は耐えたようだ。両親を共に熱す。神気がたぎる。私が。ほう、そこが弱いのか。たっぷり遊んであげる。そこめですよ。受けてみなさい。このどうとせい。陰陽天下。邪水面、月に帰れ。バイバイおバカさんたち。天に昇らん。ラジャーエーテルサイト起動。そこだ。邪魔くさいやつだ。
く。気が多いぞ。どうとせえ。任用天下。もはや名数は尽きた。弾道を計算中。私が来た。悪くないぞ。弾丸は風と一つに。綾手のごとく。連携攻撃準備です。そこだ。道と生と学。引用創生。神気がたぎる。気が多いぞ。邪魔くさいやつ。私が邪水滅殺。両親を共に滅す。任用天下。気が多いぞ。この弾が終点へと導く。これが戦いの戦術。もはや名数は尽きた。連携攻撃準備。無限道と生。神気がたぎる。道と生と学。連携攻撃夫婦私の回避時間。息もさせますよ。虚実愛なるべし。